M ブログ、MB サポートビデオブログ、ブックオフにはまる資本管理プラスで読んだ順番に本を並べて管理します。こんにちは、花粉症デビューした元 MB サポートの管理人です。昨年の12月からブックオフ仲間が増えまして、今日はこの本を読んだとか、この本を買ったとか、写真を添付して気の合う人たちと情報交換をしています。そこでブックオフオンラインを教えてもらいました。目当ての本を検索して、たとえ売り切れだったとしても、入荷したらメールが届くように設定できるので、つい購入してしまいます。1500円以上注文すれば送料が無料になります。私が利用するのは店舗受け取りで、これだと110円の本1冊でも送料がかかりません。私はお店に行きたいので、必ず店舗で受け取っています。普段は文庫本と単行本の棚をじっくり見た後、何も買わずに帰るのもなんですから、本を購入してそれを繰り返した結果、本棚から本が溢れてしまいました。古本を買うのに抵抗があったのですが、仕事でヴィンテージの品物に触れるようになり、いつしか考え方が変わりました。100分で名著を見て本が欲しくなったら、本屋さんで見つかるので新刊を購入します。ブックオフはあてもなくただ本棚を見るのが楽しいです。昔見た映画の原作とかノベライズとか、手放してしまった本とか、普段本屋さんでは見れない本があります。表紙も重要でして、重版で表紙が好みじゃないと、古本で買いたくなります。昔と今ではタイトルが変わってしまった本もあります。例えば、私はモノクロ映画の地球最後の男が好きですが、原作はアイアムレジェンドです。早川文庫では1958年に放題吸血鬼、1971年には地球最後の男人類 SOS、1977年に地球最後の男となり、2007年に映画の公開に合わせてアイアムレジェンドに変更されました。現代と同じくアイアムレジェンドを読みましたが、地球最後の男というタイトルの本が欲しいと思いました。翻訳が違いますが物語はもちろん同じです。リメイク版の映画アイアムレジェンドでは吸血鬼の部分がアレンジされていますが、1964年の映画地球最後の男は原作に近いです。狙い通りの本を見つけた時の喜びは格別です。オンラインになくても店舗にある場合も多いので、私が店舗に行きたい理由です。もちろん偶然の発見も楽しいです。新種同盟を見つけた時原作があったことを知りましたし、読んだら映画と全く違うことも分かりました。当時私が新刊で購入した本と表紙が違っていて、映画版のこっちが欲しくて買い直しました。店舗に行くとノスタルジックに浸れます。オンラインの方は最安値より少し高い本を買えば新古書が届く場合があります。今回は最安値で購入したので期待していません。熱溶着されているのかな？店舗で支払いをしますが本の確認はできません。開封にはランボー2レプリカナイフを使います。そうそう、店舗で受け取る際、名字と注文番号の下4桁を伝えるとありますが、私の場合はネットで注文した〇〇ですと名字を言った時点で店員が商品を取りに行きます。私の行く店舗は小さいので店舗受け取りも少ないのかもしれません。でも後日レジで並んでいる時、前の人は4桁の数字を聞かれていました。そして今回名字を言ったら、名前をお願いしますと言われ、は？って思って慌てて答えました。店舗受け取りサービスのご利用の流れにある通り、名字と注文番号の下4桁を聞けば確実だろうに。まあ便利なサービスなので満足していますが、前回入荷のメールが来てすぐ売り切れになった文庫本のキャロルを購入しました。当時単行本を新刊で買って読んで、文庫本も新刊で購入していますが、今どこにあるのかわからないので再び購入しました。先日デンジャラスビューティー2をテレビで見たので、ザ・インターネットが読みたくなりました。本を買ったら積み、本を読んだら読んだ順に積んでいます。もちろん新刊の本も混ざっています。今は既読本と未読本を判別できますが、いつまで覚えていられるか自信がありません。でも読んだ順番に積んであるので、どういう流れで読んだのか一目瞭然です。これを本棚にしまうとなると、発行書や作者で揃えて並べたいと思う一方、読んだ順番でしまいたいと思うジレンマに陥りました。もちろん読んだ順番は日記を読めばわかりますが、積んだ状態ならば背表紙を見ただけでわかります。このジレンマを解消するために必要なものは何か、散らばった本を PC で管理しようという流れになりました。ネット書籍とかスマホとか、そんなハイカラなことにはついていけないので、もっとオーソドックスなベーシックな書籍管理アプリケーションがないものかと検索したところ、
資本管理プラスを見つけました。外出先で所有している本を確認することもなく、誰かに見せたり共有する必要もなく、私がやりたいことが可能なアプリケーションだったので紹介します。ベクターでダウンロードした exe ファイルをダブルクリックして解凍します。私は D ドライブに資本管理プラスフォルダを作り、その中に解凍したファイルやフォルダを移動しました。起動ファイルは資本 .exe で、これを右クリックします。スタートにピン止めするをクリックします。これで Windows ボタンのタイトルから起動できます。このクマさんアイコンはシャーロックベアに似ていませんか？アイコンは本を持ってますね。クリックして起動します。資本管理プラスが起動しました。左がカテゴリー、上部がタイトル一覧、下段が詳細一覧、右がプレビュー画面です。私はプレビュー画面が不要なので、設定、メイン表示設定をクリックします。プレビューを表示するをクリックして OK ボタンをクリックします。表示したくなったらこの逆を実行します。タイトル一覧と詳細一覧が大きくなりました。資本管理プラスでプレビューしよう。このビデオを制作するためにあらかじめ371冊の本を登録してあります。本棚や段ボールに入っていない散らばっている本だけです。総金額は36万7161円になっていますが、これは定価であり購入金額は異なります。ユーザーカテゴリーの資本管理プラスをクリックします。タイトルの一つにカーソルを移動して右クリックします。すべてを選択をクリックします。登録した本のサムネイル一覧が表示されました。表示する順番を制御するには、表示カスタマイズボタンをクリックします。タイトル一覧タブはメイン画面の上部の表示設定になります。私はタイトル照準に設定しています。条件は5つまで設定できます。今のところタイトル一覧は使っていません。下部のサムネイルが表示されている詳細タブは作者1を照準に、発行書を照準に設定しています。OK ボタンをクリックします。これで作者と発行書別にまとまって表示されます。サムネイル小アイコンをクリックします。より多くのサムネイルを表示できますね。次はユーザーサムネイルを試します。キーボードの矢印キーを1回押すと次のサムネイルに移動します。キーを長押しすると高速に切り替わります。下段のバーをドラッグ&ドロップしても切り替えられます。楽しいですね。それでは私がやりたかったことを説明します。表示のカスタマイズの検索一覧タブを読書終了日照準に設定します。これにより読書が終了した順番にサムネイルが表示されます。すべてを選択した状態で検索タブをクリックします。2019年の読書記録を少しだけ登録してあります。それを呼び出してみましょう。読書終了日を選択して2019年1月1日から2019年12月31日を指定します。検索ボタンをクリックします。呼び出しました。私が読んだ順にサムネイルが表示されています。読んだ順番に積んであるのと同じく一目瞭然です。これは人に見せるものではなく自分だけで楽しむものです。例えば左上、ヒトラーの秘密図書館を読み、ちょっと内容が重かったので、今ゲームの100万ドルを取り返せを読みました。楽しんで余裕ができたので、古典怪奇小説、ブラム・ストーカーの吸血鬼ドラキュラを再読しました。559ページもあったので、少し適当に読める本を求め、ダヴィンチコードの真実を読みました。こんな感じで、その時の興味の変遷を振り返りたいので、読んだ順番をサムネイル表示できるとありがたいのです。これが今回の大きな目的です。私は登録画面の Vivo1 をタグ機能として利用しています。例えば草原推理文庫の呼び方、リュパンを検索してみます。アルセーヌ・ルパン表記の新潮文庫や早川文庫もリュパンで検索できています。これは Vivo1 にアルセーヌ・ルパンと登録してあるからです。例えばリュパン対ホームズやルパン対ホームズという物語があります。検索条件をクリアして、今度はシャーロックで検索します。ここでもリュパン対ホームズやルパン対ホームズが検索にヒットしています。その理由はタイトル登録タブの Vivo1 に
アルセーヌ・リュパンとシャーロック・ホームズを登録しているからです。2つのキーワードを入力するには、カンマを使っていますが、半角スペースでも構いません。次は未読本、つまり積読を探します。タイトル一覧で全て表示に切り替えて、検索タブをクリックします。既読、未読で未読を選択して、検索ボタンをクリックします。149冊もありますね。それでは本を登録する流れを説明します。新規登録ボタンをクリックして入力パネルを表示します。登録するには3つの方法があります。ISBN を入力して通販サイトから情報を得る方法。これが一般的かと思われます。これ以外に ASIN と呼ばれる英数字で通販サイトから情報を得る方法。最後は手入力による登録方法です。まずは ISBN を入力する方法を紹介します。少しでも賢く思われるために賢い人が読む本を探してくるので少々お待ちください。ドラキュラ伝説しかありませんでした。これを登録します。ISBN は本の裏にプリントされています。この場合は ISBN は 404703026-0 です。この数字を入力します。なお、ハイフンは省略しても構いません。入力したらキーボードのエンターキーを押します。ウェブサービスを利用してデータが取得されました。詳細登録タブをクリックするとサムネイルも得られています。分類コードの入力は少しコツが必要です。販売対象、発行形態、内容を数字で入力します。販売対象と発行形態の数字は1桁で、この画面で内容を変更できます。私は学習参考書は不要なので、販売対象の6と7は書き換えできますが、今はこのままにします。発行形態も特に変更することはありません。内容は2桁まで登録できるので種類豊富で空きもいくつかあります。私はファッションとコンピューターを追加しました。例えば外国文学小説の単行本であるならば、分類コードに入力する数字は0097となります。つまり0097です。さて、ドラキュラ伝説の内容は民族風習でいいのかな？ちょっと待ってください。過去に登録した同じような本を検索して確認します。多分吸血鬼で登録したはずです。ありました。タイトル登録タブをクリックします。やはり分類は民族風習ですね。そしたらドラキュラ伝説をクリックして分類コードを入力します。0039です。この3つをプルダウンリスト形式で選択できると便利なのですが、図書館で使用される日本受信分類法だそうです。とにかく分類コードを確認しながら入力します。同じようなジャンルの本だと何冊も入力していれば数字を暗記できます。分類コードを入力してエンターキーを押すと、販売対象、発行形態、内容、分類が入力されます。すべての項目を埋める必要はありませんが、私はタイトル、巻、作者1、分類コード、分類、発行書、サイズを入力します。巻は上下巻がある場合、上、中、下などを入力します。シリーズと組み合わせて使用する場合は、巻に1、2、3などと数字を入力します。先にも言いましたが、備忘1はタグ入力として使っています。詳細登録タブで価格と消費税率を入力します。価格は本のカバーにプリントされています。この本は当時新刊で購入しました。購入価格も入力します。税率が不明なので先に発行年月日を確認します。平成2年、すなわち1990年5月20日、12版発行とあります。取得データが間違っている可能性もあるので、初版発行年月日も確認します。1990年なので消費税率は 3% です。今回は税抜き 3% に設定して本体価格を入力します。税抜き税込み 3%、5%、8%、10% と設定できるので、好みで統一すればいいでしょう。初版発行日、購入した本の発行日を入力します。その他タブで重要なのは既読か未読かです。これにより未読本一覧を表示できます。読書開始日と読書終了日を入力します。これを正しく入力することで読んだ順番を把握できます。私は日記に読書日を記しているので、後でまとめて入力します。最後に保存ボタンをクリックして登録完了です。次はイレギュラーな流れを説明します。
人間失格は何度も購入していますが、新潮文庫プレミアムカバー2022を購入しました。同じく ISBN で登録します。ウェブサービスで取得した作者は形式がバラバラなので、名字と名前の間に半角スペースを入れるのか入れないのか統一するために先に形式を決めた方が無難です。今回は文庫本で日本の小説なので0193と入力します。そして取得したサムネイルが私の持っている本の表紙と異なりますね。もちろんこのままでもいいのですが、自分が持っている本の表紙を登録した方が記憶をたどれますし混乱を防げます。外部に公開するわけではないので、ブラウザで画像検索して頂戴してもいいのですが、見つからなければスキャナーで表紙を取り込みます。ちょっと失礼します。一旦コーヒーテーブルの上に移動します。電源をポチッとな。このカバーを画像として読み取ります。セット完了です。今回は無料の Windows スキャンアプリを使います。Windows スキャンアプリを起動します。スキャナーを選択してファイルの種類を JPEG にします。スキャンボタンをクリックします。古書だったとしても表紙くらいはネットで拾えるかもしれません。スキャンが終わりました。表示ボタンをクリックします。スキャンした画像が表示されるので、右クリックしてプログラムから開くをクリックします。ペイントをクリックします。OK ボタンをクリックします。不要な部分をトリミングします。まずは横幅を縮めます。次に縦幅を縮めます。私は横幅を350ピクセルほどに縮小します。サイズの変更をクリックしてピクセルをクリックします。水平方向を入力します。さて保存する場所ですが、資本管理プラスフォルダー内のイメージキャッシュフォルダーにサムネイルが保存されています。ウェブサービスでデータを取得した段階でサムネイルはキャッシュされています。サムネイルのファイル名は ISBN または ASIN になります。今回は登録画面の ISBN をコピーします。ペイントで名前を付けて保存をクリックします。イメージキャッシュフォルダーで検索フォームに ISBN を貼り付けてエンターキーを押します。目当てのサムネイルが表示されました。サムネイルをクリックするとファイル名が書き換わります。OK ボタンをクリックします。はいボタンをクリックして上書きします。登録画面で保存ボタンをクリックします。終了ボタンをクリックします。検索タブをクリックして人間失格を検索します。スキャナーで読み込んだ表紙に変更されています。ISBN がプリントされていない本は手入力になりますが、タイトルを検索してみるのもいいでしょう。登録されていれば ISBN もしくは ASIN を確認でき、それをコピペして登録します。この本には ISBN がプリントされていません。悪魔の手まり歌を画像検索したら Amazon でヒットしました。これをクリックします。Kindle 版ではなく文庫をクリックします。表紙は違いますが同じ発行所の文庫本です。下にスクロールすると ISBN または ASIN を見つけられます。これをコピー&ペーストして登録すればいいでしょう。表紙はここからダウンロードして上書き保存して書き換えればいいでしょう。そのやり方は人間失格で説明しました。今回は手入力で入力します。登録に必要な情報はすべて本にプリントされています。登録を重ねていくと入力した情報が蓄積され、プルダウンリストから選択可能になります。今回はシリーズを登録します。私は横溝静止文庫として登録しています。検索するときのために同じ種類の本をシリーズとして登録します。巻には背表紙にある数字を入力します。この本だと2になりますね。巻に2と入力します。ウェブサービスから表紙をダウンロードしていないので、手動で登録する必要があります。まずは保存ボタンをクリックしてユニーク ID を生成します。370ユニーク ID が付与されました。あとはスキャナーで表紙を読み取り、トリミングして画像サイズを変更します。画像を保存するとき、イメージキャッシュフォルダを指定します。名前はユニーク ID を使用します。今回は0を追加して0370としました。保存ボタンをクリックします。詳細登録タブの画像のアイコンをクリックします。
イメージキャッシュフォルダーでユニーク ID を検索します。目当ての画像をクリックして OK ボタンをクリックします。保存ボタンをクリックします。以上でどんな本でも登録できると思います。これで物理的な本は著者や発行書別に本棚にしまうことができます。日記を確認すれば読んだ本の順番はわかりますが、検索で読んだ順に表紙を並べられるのは便利です。資本管理プラスのリンクを概要欄に掲載いたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。MB サポートでした。手動で登録する方法を説明したので、どんな本でも登録できると思います。要所でもバンドスコアでも写真集でも何でも登録できます。今回制作者の絵描きん様にメールしたところ、その日のうちに掲載許可をいただきました。ありがとうございました。